皆様こんにちは。マレーシアでね、イベルメクチンを飲んだ後に呼吸困難とか気絶するっていうようなね、そういった事例が2件も発生しました。一人は35歳でイベルメクチンを1粒飲んだ後、5日間の呼吸困難に見舞われて、もう一人はご高齢の方なんですが、なんと15粒のイベルメクチンを一気飲みして、そして気絶した状態で発見されたっていうことなんですね。この報告っていうのは、マレーシアのナショナルポイズンセンターっていうところの Facebook で取り上げられたんですけれども、Facebook で取り上げられるや否やですね、1000を超える大量のコメントとか共有がされて、すべてのニュースメディアで取り上げられました。私の個人的な見解なんですけれども、マレーシアでイベルメクチンを違法に手に入れてる方いらっしゃると思うんですけれども、それをマレーシアで飲むのっていうのはちょっと危険なんじゃないかなと思います。マレーシアっていうのは、たとえ寄生虫目的にでも、人に対しての使用っていうのは承認されていないんです。だから、イベルメクチンを人に使った医者っていうのはいないはずなんですよ。だから危険だと私は言ってるわけです。でもそれにしても、15粒を一気飲みするお年寄りっていうのもすごいですよね。それと、1000を超えるコメントっていうのも、マレーシア人のこのイベルメクチンに対する関心度の高さっていうのが伺えます。それではせっかくなんで、ちょっとそのコメントっていうのはどういったものがあるのかっていうのをちょっと覗いてみたいと思います。ケースレポートあるの？政府の機関なのに WhatsApp のスパムメッセージみたいじゃない？そのイベルメクチンいくらで買った？ 3 回ポストを読み直したけど、その薬を禁止するとか、効果があるとか、そういうこと書いていないよね。こういうことがあっただけしか報告されていない。政府が治験やってるんじゃなかったの？ちょっと我慢しようよ。すぐ結果が出るわけじゃないんだからさ。量間違えて飲んで死んじゃったら、それを保健省っていうのは悪者にしちゃうよ。飲むんだったらうまく飲んで、保健省の手を煩わせることはやめようよ。俺の知っているところだと、コロナが陽性になったら、1週間に2から3粒飲んで、症状にもよるけど、陽性で症状がなければ、2週間の隔離期間に1粒だけ飲む。コロナにかかっていなければ、別に飲む必要はなくて、飲んでればいい。コロナが治ったら月に1回飲む。飲むのはちゃんと飲んでいいやつだけで、量も計算しないとね。皆様は何を会話されてるの？政府は何ビリオンものお金をワクチンに使ったんだよ。今更コロナを予防できて治せる薬を認めるわけないでしょ。これらはすべて政治的なお芝居で利益相反なんだよ。たとえイベルメクチンが効くってこと分かったとしても、政府が自分から効きますよなんて言い訳ないでしょ。そうしたらワクチンを国に持ってきた奴らのビジネスがなくなっちゃうよ。考え方は極めて簡単。キーボードウォーリアーがたくさんいるね。なんでこんなに堅くなにイベルメクチンを禁止するの？治験終わったの？こうやって違法と言われながらやむを得ず自分で買ってコロナから回復した人がたくさんいるのに、神様なんとかして人の命を救える本当のことが隠されているの？医者はイベルメクチンを飲むには十分注意が必要だと言っている。自分の判断はいけないね。でも YouTube でいいねをたくさんもらっているチャンネルを追求するっていうことはないよね。頼むからイベルメクチンについて勉強してくれ。これは動物に効く薬なんだよね。マレーシアじゃ動物にしか許可が下りていない。このポストを見れば明らかで、医者のアドバイスなしに薬を飲むとどういう風になるかわかるよね。賢くなるのはいいけど、YouTube とか Facebook だけ見て医者より賢くなるのはやめてくれ。イベルメクチンは1箱400リンギット。ワクチンは無料で、すべての症状に対応してるからこっちを選ぼうよ。別に1箱全部飲もうが、箱ごと飲もうがいいじゃない。最低でも彼らが望んでいる死っていうものに迎えればいいじゃん。奴らは保健省が間違っていて、自分たちだけが正しいっていうことを言ってるよ。この薬を使ってコロナが治るというケースがいっぱい出てるよ。なんでそういうニュースが SNS で取り上げられないんだろう。多くのマレーシア人がコロナにかかって自宅療養をして何も医療や薬を受けられないんだ。ただ単にパナドールを飲んでくれと言われるだけ。病院では毎日死者が増えている。それには BID は含まれていない。国民は死を迎える前に何とか別な手を見つけたいんだ。確かに全ての薬には副作用がある。人によって体のサイズも違うから飲みすぎはいけないね。15粒なんて多すぎ。それでもまだ生きてるよ。願わくば9月に保健省が治験を終えて賢い判断をしてほしい。
こういうことが起きたなら、動画でイベルメクチンを推奨している医者たちを扇動罪で裁くべきだよね。なぜそれをやらないんだ？今のところ政府の知見ではどんな状態なんだ？効くのか効かないのか。失望感から言えば、コロナ患者は増えているし、死者数は増えている。人々はこういう中でも生活を立てるために仕方なく仕事に行ったり店を開けたりしている。これって好き勝手にドリアンを食い漁ってるんじゃないよ。子供たちも学校に行っていない。こういう時期においてナショナルポイズンセンターはタフだと思うけれども何か手を打ってほしい。ワクチンが信頼性もなしに研究承認されたのと同じようにイベルメクチンも研究承認できるならしなよ。保健省はイベルメクチンに青信号を出すべきだ。そうすればこういうオーバードースや薬の闇での販売が抑えられる。言うの忘れていた。ぬるま湯を飲んでね。それと1日粒間ね。賢いのは悪くない。悪いのは知ったかぶりをすること。ナショナルポイズンセンターの専門家さん、何か返事して。うるさく言う人黙って打ちつけよ。飲みたい人は飲めばいい。飲むなと言ってももう無理。ブラックマーケットではイベルメクチンというのは氾濫している。最低でも自己判断で感染者減らすのであればいいじゃない？病院にも行く必要ないし、自宅で療養もできる。薬で一番いいのは運命と天命を信じることだよ。いろいろね、コメントを見てみると、イベルメクチンがマレーシアで隠れて飲まれているように、見えますよね。ただ、それが本当なのかどうか。それと、その飲まれてる薬っていうのはね、人間用なの？動物用なの？っていう疑問もあります。薬の量もね、こういうふうにコメントで書いてる人は何ミリグラムを飲んだとか、そんなこと関係なく一粒二粒と数えてますよね。それで、ナショナルポイズンセンターのポストでも、これもね、何ミリグラムのものを飲んだかっていうのが書いてないんですけれども、それがアジアで一般的に流通しているだいたい 10mg のものだとすると、これ 180mg になるんです。なんかお馬さんになったような気分ですよね。これはイベルメクチン for COVID-19 Real-Time Meta-Analysis というサイトで掲載されている2021年8月初旬の情報です。いろいろな知見が載っていますけれども、180mg みたいにね、お馬さんが使うような量のイベルメクチンを使った知見っていうのは、ここにあるぐらいのものしかありません。他はもっと少ない量です。人工呼吸器の患者のデータだと思うんですけれども、イベルメクチンを飲んだ27人のうち1人がダメで、飲んだ人がダメなんですよ。それで、飲まなかった14人は全員 OK でした。これね、信頼区間っていうのが端から端まですごい広いですよね。だから、エビデンス性っていうものは全くないですけれども、期待値っていうのは全くダメじゃないですか。アメリカの FDA がイベルメクチンに対してね、お馬さんが使うイベルメクチンを人間がコロナ対策に使うこと、これをね、警告してるんですよ。まさしくこのことなんだと思います。マレーシアですと、こんな感じにね、イベルメクチンで副作用が起きたって言ったら大騒ぎになるんですけれども、でもそれに比べて、インドネシアっていうのは、あれだけ人口がいて、おそらくね、マレーシア以上にイベルメクチンを違法に手に入れて飲んでる人が多いと思うんですけれども、それにもかかわらず、インターネットには、インドネシアでイベルメクチンの副作用で死んだとかね、泡吹いちゃったとか、腹痛を起こしたとか、そういうふうなね、話が全くないんです。というか、世界には15粒以上飲んじゃったっていうのはね、こういう変なおじさんっていうものは必ずたくさんいると思うんですよ。だから、実際副作用ってどうなってるんでしょうかね。私探したんですけど、なかなか出てこないんですよ。なので、もしね、確たるその統計っていうものを見たことがある方っていうのは、ぜひコメント欄で教えてください。今、インドネシアを引き合いに出しましたけれども、マレーシアとインドネシア、これ同じ言葉を話す似通った人たちなんですけれども、しかし、この両国ではイベルメクチンに対する扱いが全然違うんです。両国の決定的な違いっていうのは、マレーシアでは処方した医師が罰せられるぐらい厳しくしているのに対して、インドネシアではね、指定された政府の病院でコロナに対する処方が可能となっています。特別承認っていうのかな。また、イベルメクチンに対する理解でも大きく違うところがありまして、本来のイベルメクチンでのね、寄生虫に対する人への治療っていうのが、さっき言ったように、マレーシアでは承認すらされていないんです。インドネシアっていうのは、寄生虫に対する人への治療の目的で、イベルメクチンを処方したりとかね、そういう使われるのは承認されているんです。このために、インドネシアっていうのは、人に対するイベルメクチンの使用っていうものに関しては理解があるんですね。
それで実際に人に対して寄生虫駆除を目的に処方した医師もいるんです。マレーシアっていうのはそもそもイベルメクチンを人間に使うことをしていないわけですから、イベルメクチンは動物の薬だよっていうね、お馬さんとか豚さんとか、ね、あと猫さん、犬さん、そういったものに使うっていう先入観があるわけです。日本では医師が患者と話し合って必要っていうことであれば、自己責任においてイベルメクチンを処方して良いとされるっていうふうに私は聞いてるんですけれども、インドネシアの場合はちょっとね、誰でもしていいんじゃなくて、指定された公立病院で可能っていうことになってます。これはね、イギリスの話なんですけれども、イギリスにはね、フリーダムオブインフォメーションリクエストっていう情報開示制度みたいのがあって、誰でも政府に質問して答えをもらうことができるんです。この問い合わせの一つに、イベルメクチンのコロナ治療に関してっていうものがあったんですね。これ質問されたのは6月です。具体的にね、どのような質問がされたかっていうその文章っていうのは見つけることできなかったんですけれども、イギリスでイベルメクチンの使用がね、どのようになっているのかっていうことをね、回答した、その答えが載っていました。この文章によると、イギリスではイベルメクチンをコロナ治療に使うことは承認されていないのですけれども、医師はその他に選択肢がない場合には患者と相談の上、自己リスクでイベルメクチンを処方することができるということなんです。だからイギリスは日本やインドネシアと近い態度をとっているっていうことになって、一方マレーシアでは WHO に合わせているっていう、こういう違いがはっきりしているわけです。それで、インドネシアの話にね、また戻りますけれども、インドネシアではですね、日本のね、なんていう方か忘れましたけど、イベルメクチンを推奨している議員さんいらっしゃいますよね。それから、あと、長尾先生でしたっけ？そういった方がいろいろテレビに出てね、いろいろなことを言ってますけれども、インドネシアではね、このような方ですら驚いてしまうような状態なんです。インドネシアには国営の製薬会社インドファーマっていうものがありまして、そこで確か 12mg だったと思うんですけれど、イベルメクチンジェネリックをですね、月になんとですね、1000万粒生産しているってことなんです。それで、インドファーマーがイベルメクチンの生産を始めたのはつい最近になってかららしいんですけれども、もうすでにですね、他の国営じゃないね、普通の医薬品会社、ある医薬品会社なんですけども、そこがイベルメクチンをなんとね、去年の中ぐらいから結構作ってインドネシアで売ってるんです。もちろんね、その会社もインドファーマーでのね、その製品っていうのは寄生虫目的なんですけれども、特にインドファーマーのね、今作ってるものに関してはね、指定された公立病院でのみコロナ治療用途に特別承認が下りてる。本来であればそんなに使わないって思いますよね。でもですね、1000万粒ってイベルメクチンを寄生虫の用途に使うのに、そんなに使うかっていう話になるわけですよ。インドネシアって言ってもね、そんなにね、もう寄生虫駆除のために1ヶ月1000万粒も使わないですよね。だから、このイベルメクチンの国内製造っていうのは事実上コロナ対策であるっていうことが言えるわけです。もちろん、インドネシアにはね、アメリカの FDA みたいなね、BPOM っていう組織があるんですけども、ここの長官の方はね、すごい心の中では怒ってると思います。でもですね、イベルメクチンが重要なものだっていうことでね、現在インドネシア政府の下では統制品にもなってるんですよ。だから、売られてる値段のね、上限も設定されてるんですよ。これ以上の値段で売っちゃいけないっていうわけ。だから、本来だと、売っちゃダメだよっていうことになってるわけですよね。それに対しての取り締まりっていうのは大きく目をつぶるとしても、インドネシアとしてはもっと問題なのは違法に値段を釣り上げてることが問題であって、だから統制品にして値段の上限を設定していると、それ以上言ったらと捕まえるよっていうような態度で臨んでるわけです。それでね、これだけじゃないんですよ。さらにもっとすごいのがね、もうこの日本のね、なんとかっていう議員さんも驚くと思うんですけども、すでに国内でのイベルメクチンの製造利権とか、政府ね、特に軍へのね、プロモーションした方がいらっしゃるらしいんですけれども、その方がいろいろなこの家族がね、いろんなところで株が入ってるとか、オーナーだとか、そういうところで汚職の疑いがかけられていて、その汚職捜査すら始まってるんです。すごいでしょ？もうね、先の先まで行ってるって感じですよ。インドネシアもね、ここまでやるかって感じですよね。こういうこと考えるとね、今長尾先生でしたっけ？その方が、テレビに出てますけども、スガルメクチンとか言ってますけどね、こんなものはね、インドネシアの足元にも及ばないわけですよ。それで、ジャカルタの感染状態というものを見てみると、7月の中旬から感染者数が一気に下がってるんですね。もう上がって一気に下がってるわけです。そして、
その感染者数が下がったその後に、死者数っていうのもそれにつれて下がってるんです。感染者数が一気に下がって、その後に死者数も一気に下がってるんです。インドネシアでは特にジャワ島に限ってはね、ジャカルタみたいに感染者数が4月の中旬を境に激減してるんです。ジャカルタだけじゃないんです。死者に関しては地域によって若干違いますけれども、大体において感染者数が先に減って、その後に死者数が後から減ってくるっていうね、パターンなんですね。それでこの感染者数が減ってきた、この時期に影響を与える何か原因があるとしたらですね、6月から7月にかけて何かあったと思うんですよ。ワクチンについてね、ちょっと調べてみたんですけれども、こんな感じになります。ジャカルタの現在の接種率っていうのは 100% 以上なんです。これはジャカルタ近郊から流入してね、接種をする方がいるから、こうなってるっていうことはわかると思うんですけれども、マレーシアのね、クアラルンプールも同じく接種率は今ね、100% 超えてますから同じなんです。ここがね、100% ぐらいだとすると、7月の中旬以降に減り始めるっていうね、このワクチンが効いて減り始めるっていうことを考えると、だいたいその2週間ぐらい前に、打たれたワクチンになるんじゃないかなと思うんですけれども、第一ドースに関しては 50% ぐらいの接種率しかなかったんですね。だから、第一ドースだけ 50% 打って、こんなに感染者数が下がるのかっていうことなわけです。下がるかもしれないですよ。ワクチンですからね。それから、第2ドースに関してはね、今現在は 50% 程度なんですね。だから、ここから行くと7月初めの頃っていうのは、このちょうどね、平らなところありますよね。それで、ここら辺。だから、だいたい 25% ぐらいに当たると思います。だからそういった感じで打たれたワクチンが効いて、ガクンと感染者数とか死者数が減ったのかなという、こういうことを考えようかなと思うわけですけれども、それでね、この時期にたくさん打たれていたワクチンっていうのはシノバックだと思われます。ちょっとデータお見せできないんで申し訳ないんですけれども、ジャカルタっていうのは4月1日からロックダウンが始まっていって、ちょうどね、マレーシアが製造業を止めたロックダウンね、厳しいロックダウンが始まった時と一致します。条件的には、ジャカルタもクアラルンプール自治区も似通っていて、ワクチンに関して言うと、最初はジャカルタが先行していて、後になってマレーシアが追いついてきたっていうような感じですね。でも、ジャカルタっていうのは、新規感染者数も、新規死者数も減少し続けているんですよ。それでね、検査に関しても調べたんですけれども、この検査数に関しても、急激にね、減らして、操作したっていう痕跡はありませんでした。それから他の原因もいろいろ考えるんですけれども、6月から4月にね、コロナ関連で何か大きなことがあったかっていうと、これが違法イベルメクチンの蔓延なんですね。わかります？それで、このね、感染状態が急激に良くなった。これに非常に不思議だなと思ってる理由っていうのは、マレーシアでもね、同じような感染状態で接種してるような状態、大体同じなんですよ。人種もね、文化もね、気候もほとんど変わりないわけですよ。人口密度から言ったらインドネシアの方が悪いわけですよ。でも、マレーシアでは未だにこの感染状態が良くなっていないんです。それで、インドネシアのジャカルタはもうとっくの昔に下がり始めている。これが私が疑問に思っているっていうか、不思議だなと思っていることなんです。ちなみにインドネシアではモデルナのワクチンが今使われてます。でも、この感染者と死者数が激減し始めてから使ってるんです。だからモデルナのワクチン関係ないんです。それで、なぜジャワ島、特にジャカルタでね、この時期に感染者数と死者数が激減して今に至っているのか。この減少しているこの理由ですね。もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。一体ジャカルタでこの頃何があったんでしょうか。今回はね、結論が出せなくて申し訳ありませんが、いかがでしたでしょうか。今回はマレーシアで起きたイベルメクチンの副反応の話とインドネシア・ジャカルタでの感染状態の謎の改善についての話をさせていただきました。それではまた次回お会いしましょう。